ちは。こんにちは。軽バン生活です。今回僕たちは中古車を38万円で購入してこちらの軽キャンピングカーを作りました。今回の動画では、こちらの車内紹介をしていきたいと思います。はい、それでは早速どうぞ。まずは床下収納からお見せします。床下収納はクッション1つずつの下に物を入れてるんですけど、こちらに大体どういうものを入れてるかっていうのを紹介したいと思います。はい、ではお願いします。はい、ここ、まず引き出しです。引き出しは私たちが生活に必要な調理器具とか食器、洗剤などを入れてます。食器とかお鍋とか入れてます。この引き出しは収納だけじゃなくて、こちらの板を使って外でも食事ができるような工夫をしました。こういう風に広げて、この板を引き出しの上に置くことで外でもキャンプができるように工夫しました。こんな感じね。ちょっと素人感やっぱ出てるけど、これで脚立をこうやってこんな風に、はい、座ってみてもらってもいいですか？はい、こうやったらデスクワークしたりご飯を食べれたりします。はい。まあな、これを引き出して上にテーブル板を乗せるだけですぐに食事したりデスクワーク、同じこと言うてるだけか。あと、はい、ここにバックドアがあるので、はい、ここが雨宿りになって、軽い雨ぐらいやったらしのげるもんな。まああんまり雨の日にはせんか。そんな感じです。次。はい、ちなみにこの脚立はルーフキャリア上に積んでます。後でいいですか？で、こっちはこの水道の給水排水タンクを積んでます。これ見えたらブサイクやから床下にして正解やったな。匂いもねちょっとあるから、こんな感じで普段は隠してベッドの下に置いてます。で、次。じゃあ次ここ行きます。はい。ここは工具室になります。ここにインバーターを置いてて、残りはこういうインパクトとかインパクトの充電器、ビスとか配線をかしめたりするための電光ペンチや工具類をここに置いてます。はい、これはまあどっか出かけた先で配線の調子が悪くなったり、基本的にこの車は木材だけで作ってるんで、何か調子悪くなった時にインパクトで打ち直したりすぐに直せるように工具類をここに置いてます。はい、次ここには基本的に何も置いてなくて、衣類とかが溜まってきた時に洗濯かごをそのままここに置いてたり、ゴミが出た時にここに1回置いてたりっていう、一応フリーのスペースとして使ってて、車内で食事する時とかも掘りごたつのようにここに足を入れて対面で食べれるように、こちらは空洞にしてます。ちなみに先ほどの外で使った引き出しテーブルの板はこちらの下に隙間を作ってここに入れるようにしています。これ作ってよかったね。収納に困らんかった。ここだけ空洞にするときにどこの木を使って支えるかっていうのが大変やったんですけど、まあシンプルにこっちの2辺、あともう1個はもうここ、もう車体にそのままビスで打ち付けて、残り1点をつけてここに乗る感じでです。これで結構安定するもんね。全然安定する。この上に座れるし。確かに。で反対側が、次じゃあここはぐちゃぐちゃやな。ガスコンロと常温で置いてても大丈夫なような調味料をもうそのままポンポン置いてます。ちょっとね、表だけ綺麗に目に見せてるけど内側はこんな感じやけどね。でね、ここは調味料を置いてます。これは食器、これ100均で買った食器入れですね。洗った後にここの上に食器を置いていって、朝までそのままほったらかしにしてたら勝手に乾いてくれてるんで、これは100均の割にはめちゃくちゃ便利で役立ってるな。毎日使う。うん。はい。で次が、はい、こちらですね。冷凍冷蔵庫。今は何も入ってない。ちょっとマヨネーズとわさびとして入れてます。これは縦に開け閉めできるタイプなんで、狭い空間にはぴったりの開き方をしてくれるっていうか。普通だって前開きの冷蔵庫ばっかりやったもんね。まあここは冷蔵庫です。この冷蔵庫のレビューはまた別動画で紹介したいと思います。はい。で最後この運転席の後ろにバッテリーを積んでます。配線とかこのバッテリーのためのプロテクターの位置をまだちゃんと決めてないのでほったらかしなんですけど、バッテリーは運転席の裏に隠れるように置いています。
この車なんですけど、この運転席がフラットに倒れてくれなくて、横から見たらわかるかな、こうちょっとぶつかって横にならないっていうあれでフルフラット化する上で困ったんですけど、この子の上とここら辺までが向こうの倒れてるところと同じ高さやったんで、この高さに揃えて乗せ合うっていう形でこんな形になりました。ちょっと何言ってるかわからん。ちょっと前か。で、先ほどのここなんですけど、ここはこれをここに入れたらちょうどフィットして、ここでこっち側から座るのと、こっちでこういう風に座って、これは何も考えて作ってたのにたまたまここにフィットして、これはちょっと思いのほか大成功でした。とりあえず床下はこんな感じかな。オッケー。はい、次棚の収納いきます。はい。棚について紹介していきます。はい。最初に一番作った目的はソーラーパネルのコントローラーを置きたかったんよね、見えへんように。そうやな。だからこれを作る目的で作ったんだけど、これを作るごめん、もう一回出し。これを置くために一応作ったんやけど、他の部屋もせっかくあるので、こういう塩とかこれも調味料系入れてるのと、キッチンペーパー、アルミホイル入れれるようにしてます。まあ何よりここに小窓をつけたかったっていうのと、そうね。もう暗なって何も見えんけど小窓をつけて、それ以外のとこをこのコントローラーと収納にして、そうです。あともう一個が、あともう一個、この縦長のところ、こもこんな感じで調味料置いてます。これね、普段運転してる時ガタガタなったらうるさいから、ここにマジックテープ、ここ見えるかな、ここにこことこことマジックテープつけて、一応動かへんような工夫はしてます。はい、こんな感じで。で、あとは私たちパソコン、携帯はめちゃくちゃ使うので、やっぱ電気がね、すぐ使える位置に置いたっていうのが一番大事やったかな。こんな感じで、一応この裏は配線隠したりとか、棚側に配線とか電気関係を寄せたって感じやな。で、次反対側がキッチンで水系やね。じゃあ水系いこうか。髪の毛あげる。じゃあ次キッチンの紹介したいと思います。まず一番最初にこだわったのが、これ IH とここがシンクなんですけど、ここもフラット化にしたかったので、IH の高さとシンクの高さを計算して作りました。埋め込んだってことね。埋め込んで、次これ蛇口が、これ下に水道のポンプを隠してるんですけど、これスイッチ入れてつけたらこのまま水が出ます。この水道も床下にある給水タンクからウォーターポンプで吸い上げて水道が出て、そのままこの下排水ホースを通って排水タンクに溜まっていくっていう感じですね。一番蛇口作ってよかったなっていうのが、やっぱり歯磨きがここですぐに車内でできるっていうのが便利で、あとやっぱり食器洗うのもここでしますし、そんぐらいかな。そんぐらいやな。で、これはシャワーヘッド延長できるようになってて、結構伸びるんで、こことかになんかつけたりしたら、なんかあったらシャワー浴びれるし、外の足洗ったり、ここでもそうね。出せたりするんで、これは結構便利ですね。で、歯ブラシ置いたり、ハンドソープ置いたり、一応よく使うお玉とフライ返しと置いて、で、これはプチこだわりやな。小窓をつけました。こっちも棚の方と同じような感じで、ここから景色いい時とか眺めながら調理したい時はここを開けてしたりもできます。寝る時はな、カーテンいるから、普段はつけてるけど、普段はこうやって閉めてますけど、はい、バンとかな、キラキラのとことかやったらあんまない。キラキラとこないか。はい。小窓の上にもう一つだけ収納してて、ここにラップとかクッキングペーパーとか、なんせ空いた空間は何かを入れれるように頑張って作りました。ここの上もタオル詰め込んだりしてるんかな。普段はタオル掛けもここにつけてます。で、こういうタオルとか、次天井の方の紹介するんですけど、こういう系のものを丸め込んで、こういう上のところに基本的にそのまま収納してます。ちっちゃくなるものはこういうカゴに入れて、でそのままダーってきたら、ずっと昔から兄が使ってたスピーカーを実家から拾ってきて埋め込んだね。埋め込んだ。この車もともとスピーカーとかもついてなかったんで、コンセントがあるんで既製品のスピーカーをそのまま埋め込んでまえっていうことで、こっちと反対側にもあるんですけど、よいしょ、こっちとね、
ほんで、こういう空間的に使えそうなとこは、こういうフックをつけて、ハンガーとか、これは玉ねぎ玉ねぎ入れ。とか帽子とか、こんな感じで、じゃあそのままはい。回っていって、このフックつけて、次この上で、次運転席の上なんですけど、これをちょっと軽のバンでやってる人があんまりいなくて、トラックとか乗ったことある人はよくわかると思うんですけど、この上の空間を使って収納を作ったんですけど、機材を入れたり、お風呂セットついたらそのままこれ持って銭湯に行けるんで、ドローンかな。で、一番左に文房具とか、これいつもここからパーンって取り出して、この前にゴミ箱置いてるんですけど、普通のバケツやけど、ここも日用品入れたり、お風呂セットを置いたり、これは K でやってる人はあんま見なかったんですけど、あったらものすごい便利なんで。K は収納の場所が限られてるから、こういうちょっとしたところは使えるとこ使わない。はい。そのままちょっと下がって、これはカーテンレールなんですけど、カーテンレール？この針に沿ってそのままカーテンを下から打ち込んでつけてる。これニトリで買ったやつやんな。フレキシブルタイプの、自由自在に曲がるタイプのカーテンレールをつけてます。パンになったらこれをそのままスーッと持っていくだけで、これを両サイドして、もう一気に後ろからバーッと1回で隠したかったんで、このカーテンレールもつけて。何笑うてんねんカーテンはそんな感じです。だらだら喋ってもね、別動画でね。電気はわざわざエジソン級買ったのも、これは配線とかもこういう天井の裏を通って、こっちの電気配線系の方にごちゃごちゃってこっちでまとまってます。あ、そうね。この車で絶対したかったのは、ここの寝るスペースをフルフラットに絶対したくて、キッチンつけてるのにフルフラットにするっていう方法が難しかったんですけど、横幅も足がここまで入るんで、寝るときは全部フルで使えるんですけど、それをするためには荷物を全部下に片付けないと、そこら辺に置いてしまったら多分幅が狭くなってしまうので、床下に全部隠すっていう形でフルフラットにできました。はい。床下収納をするために下から20センチ上げて、ここの高さになったんですけど、そこでちょっと困ったのが、中で座る時の高さ。ここで座った時の高さが、もう今見てもらったら分かる通り多分結構ギリ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 なんですけど、それで気にしたのが、天井も絶対に木材を張りたかったんですけど、やっぱり張ってしまったら天井の高さも下がってくるんで、1x4 とかを張り出したら 1x4 を張るための 1x4 も入れないといけないんで、じゃあもう頭ぶつかってしまって悩んだんですけど、ナビの部分なんですけど、この車買った時からナビがついてなくて奥まで空洞やったんですけど、これ iPad mini、これを使ってこういう小物を入れる収納と、その上に iPad mini を差し込んで、地図とか音楽とか、こうやって車止めた時とかもここで、ちっちゃいテレビみたいな感じで、これもこの枠は100均で買ったんで、また細かいことは別の動画でお見せします。あと、こういうところ、フロントの部分をこういうところを養生してスプレーで塗ったりしたのと、外装ももう暗くなって見えにくいと思う。見えにくいか分からん外装を塗る部分と、あ、上も見えへんな。写真だとか。外装も見えにくいけど、もう一個だけ。これと一応ここにも隙間があって、この中から今電球を取り出して、これもプラスチックなので危険性はないな。よいしょ。で、見える？磁石のフック使って、これでこうやってこう引っ掛けたらね、屋台っぽくなるね。屋台っていうか、キャンプっぽくなる。ほんでここね、最後は既存の板を外して、もともとあったやつを外して同じサイズで切り取って、一応ここが私たちの靴置きやな。そう100均のこれタオルかけるやつな。そう私らここが玄関みたいな。基本的にここの後ろで出入りしてるんで、内側から扉を開けるために、これがいわゆるドアノブ、こっちが鍵。この中を針金が通ってて、表からの針金と連結させて内側からも開けれるようにしてます。こんな感じで。
あと靴置き場ここともう一個あるな。これまた写真でここあれしよう。まあ、こんな感じで以上かな。はい、はい。じゃあ、はい、こんな感じでいいんかな。1本目はい、じゃあ以上で車内紹介を終わりたいと思います。はい。次回からの動画ではこちらの工程に沿って作り方を詳しく説明していきます。よかったらご覧ください。着いた。よし、車来ました。よいしょ。すごい、天井取れたな。次のとこから行った。